じゃあおはようございます。パルと申します。現在時刻4月27日の4時過ぎということで、新サラダのレシピが判明しましたので、皆さんと一緒に確認していきながらもろもろ解説考察していきたいと思います。あまりにも朝早いので、このテンション感でお伝えいたします。よろしくお願いいたします。さあということで、早速ね、新サラダの情報いきたいと思います。新しいサラダこちらとなったようです。ゴロゴロ熱湯サラダということで、ずっしりかぼちゃ20個、ほっこりポテト30個、若草コーン18個、味わいきのこ27個、合計95個の食材を使うサラダの新最強レシピとなりました。これでなんと基礎エナジー25,356プラス61ということで、やっぱサイズがね100個を超えていないからなのか、負けん気コーヒーサラダとかと同じレシピボーナスにもかかわらず、地ならし若盛チップスよりもエナジーが高いという、なかなか規格外のサラダとなっております。やっぱね、食材のエナジーがまあまあねいかれているというところで、もうほんと絶妙にね調整され尽くしたんじゃないかという、そんなねレシピに思います。大きくカットした食材をじっくり蒸し上げたホクホク食感の温サラダということで、熱湯をそういう風に使うんだっていう、蒸すための熱湯なんだねっていうね、そういう感じの温サラダとなっております。普通に美味しそうめちゃめちゃ食べたい、朝から食べたい、そんな気分に、ね、なる素敵なサラダだなと思いますけれども、まあもうね本当にサイズ95個もレシピボーナスプラス 61% もね、本当に絶妙。まさかね、やっぱちょっと食材のエナジーが高すぎるので、私ね別の動画で予想ではやっぱサラダ最大サイズのレシピになるんじゃないかって言ってはいたんですけど、そうなったら強すぎるよなと思っていたんですが、やはりというべきか、しっかりと調整された跡が見えますね。でもね本当にまずね、ちょっとかぼちゃ20個からお話ししていこうかなと思うんですけど、かぼちゃ20個って、大豆50個とか蜜50個と言ってることほとんど一緒なんですよね。かぼちゃ1個250エナジーなのでなのでまずここが普通に大変だけど、かぼちゃはねそもそも備蓄でなんとかしてくださいね系食材ではあるのかなと思うので、それは一旦置いておきましょう。今ね、カレーにも一応なりきりバケッチャシチューありますし、サラダでもね強力なドキドキ怖い顔パンケーキあるので、備蓄しておくのに非常にね優秀な食材になったんじゃないかなと思います。で、ほっこりポテト30個に関しても、それこそちょうどカレーで新緑アボカドグラタンポテトを使うレシピがあって、でも他になかなか使い道がちょっと難しいなという状況だったかなと思うので、備蓄食材としての価値が1個ぐっと上がったのかなと思いますし、サラダに関して言うと負けん気コーヒーサラダで今までポテトそんなね22個とかなので30個は要求されてはこなかったんですけど、それなりにねみんな今までのレシピ作ってた人だったらポテトの供給手段があるんじゃないかっていうところと、一応鍋拡張前提のレシピではあるので、マスカーニャだったりボーマンダだったりポテトを集められるポケモンもいるというところで、30個多いけどみたいなところは多少感じるなと。で、若草コーン18個はキテルグマとか海竜とかそれなりにね強いコーンのポケモンがいれば、そこそこなんとかなるんじゃないかというところで、現時点ではねサンドの能力は解禁されていないわけなんですけれども、もしねコーン関係のポケモンだったらサンドもそれなりには力を貸してくれるんだろうなと思いますし、それこそ地ならし若盛チップス作ってた人だったらもともとね25個なんやかんやしてたと思うので、ここは大丈夫でしょうと。問題はキノコなんじゃないでしょうか味わいキノコ27個がねもうねもうねっていう感じに私は感じましたね。それで言ったら地ならし若盛チップスのハーブ30個も何なんだいっていう話ではあるんですけど、ちょっとね、軽く計算ツール回してみたんですけど、AAA キノコヌオーとか AAA キノコミカルゲでも食 M を持っているぐらいだと結構全然太刀打ちできなくて、3食分で考えると81個で考えると全然太刀打ちできなくて、食 M お手スピ M とかまでいってミカルゲ
が1日75個ぐらいとか、睡眠時間9時間の想定だったりはするんですけど、とか、お手伝いサポートの分入れたらギリギリかなぐらいなので、やってやれないことはないんですけど、今までね、なかなか、今までのキノコ使う系レシピもなんかキノコ法外な数を要求されていたような気はするんですが、このキノコがね、今、現状のアンバーの最強レシピ群では使われていない食材ということで、言ったら備蓄適性が低めなわけですよね。そこで日中でじゃあキノコをめちゃめちゃ集められるのかと言われると、専属のスペシャリストが欲しいですね、みたいな感じになるかなと思うので、マジでね、ちょっとキノコのポケモンがいるかどうかで、このゴロゴロ熱湯サラダの評価は大きく変わるのかなと個人的には思いました。なのでね、サンドはキノコキノコであってほしいなと思いつつ、ミカルゲがね、直近に来ているのでないんじゃないかなと思いつつ、キノコをどう集められるのかが、まず食材面については、一つ懸念というか、思ったところになりますかね。ハーブ30個もね、本当に大概なんですけど、海竜がね、とんでもなく強いし、なんならゲンガーも、ゲンガーもキノコ集められるんですけど、ゲンガーもね、言うても優秀なポケモンなので、ハーブ30個の方がなんか、感覚簡単に思いますよね。エナジー的にもハーブ30個の方がキノコ27個より低いのか。そりゃそうなんだろうなというところなんですけれども、なのでね、この見た目のサイズとエナジーの分の見た目のサイズによらず、エナジーの分の難易度の高さっていうのは結構しっかり伝わってくるところなのかなと思いましたし、あとサイズについても言及させてください。95個が絶妙すぎて93個目覚めるパワーシチューは93個で作れるレシピなんですけど、93個だったらね、現状の鍋最大値81に料理パワーアップ S レベル3、それこそ進化しただけのボーマンダとかマスカーニャが1回スキルを使ってくれたら93まではいけるので、もし93だったらめっちゃ作りやすかったのになっていうところなんですよね。料理パワーアップ S1 回で作ろうと思ったら最低レベル4で、マイナスだったらレベル5が必要なラインを要求されますし、次回ね、新フィールドが追加されて、これまでみたいに鍋容量がプラス12個大きくできるとして93までしか上がらないというところから、悩ましいね、マジで非常に悩ましいのかなと思います。良くも悪くもその鍋がね、まだ大きくなりきってない段階でも日曜日とかには結構作りやすめなレシピではあるのかなと思うので、その辺なので本当に結構初期勢のみならず作りやすさはあるんだけど、シンプルに難易度は高いし、絶妙に簡単には作らせないぞ的なね、そういった雰囲気も感じられる絶妙な難易度のサラダなんじゃないかなと思います。やっぱね、無課金的な視点で考えると、スキルレベルアップ S でも持っててくれるボーマンダとかマスカーニャとか編成したくなっちまうなというところでもありますし、最後ね、本当にどこまで行ってもキノコどこまで行ってもキノコなので、キノコ皆さんはどうしますかぜひね、そんなことをね、お教えいただけたらなと思います。本当に、今回ね、キノコ使われちゃったので、次のサマーフェスの新カレーでキノコが使われるってことはね、あんまりは考えにくいんですけど、そこで使われてくれればね、かなり備蓄食材としての適性が上がるので、ワンチャンありそうだななどと思いつつ、現状なんだかんだアンバー環境で作るっていうところも考えると、地ならし若者チップスが十二分に強いのかなと。エナジー的にもね、ほとんど差がなくて、200エナジーぐらいしか差がないんですよ。190エナジーぐらいしか差がないですし、最大値も640エナジーぐらい。最大値、ゴロゴロ熱湯サラダが 84,689 エナジーになるらしくて、地ならし若者チップスが 84,041 エナジーなんですよね。言ってもほとんど差がないレシピではあるので、作りやすい方を作ろうという感じにはなるのかなと思います。でも本当に
キノコもかぼちゃもサラダ、特にかぼちゃは初めましてですし、キノコもねこれまでなかなかサラダに出番がなかったというところで、キノコやかぼちゃのポケモンをサラダの週でもごっつり育成するのには役に立つレシピでもあるなと思うので、本当にもう全てがね絶妙に調整されました感はあるんですけれども、作りやすい方はねぜひとも作っておくとポケモンの育成には役立つレシピなんじゃないかなと思うので、ぜひとも作ってみてくださいそんなゴロゴロ熱湯サラダ温野菜でしたね。ぜひ皆さんのゴロゴロ熱湯サラダに対する意見感想評価もお教えいただけますと幸いです。それではね、本日15時からはサンドパンが新登場となりますので、そちらの動画も作っていきたいなと思います。お相手パルでした。ここまでご視聴いただきまして誠にありがとうございました。よろしければ動画にグッドやハイプで応援いただけますと動画制作の励みとなりますね。ちょっといつもと違ったテンション感で失礼いたしました。それではスプリングフェス2026、1週間で料理大成功に一喜一憂することとなるんじゃないかなと思うんですけれども、皆様に料理大成功がめちゃめちゃ起こることを願っております。今日も元気にいってらっしゃい。またね、バイバーイ。1週間楽しみましょう。